ロンドン美味しいこと牛堂です。今回は日本の方にはチーズケーキでおなじみのスペインバスク地方に行ってきました。とにかく食べ物が美味しいので有名なところですが、行こう行こうと思いながらついつい後回しにしてたんですが、友人の今年のホリデーがバスク地方ということで、そこに合流することにしました。今回のフライトはまずビルバオまで飛んで、そして帰りはサンセバスチャンからマドリード経由でロンドンに帰ってきます。英国航空なんですが、コードシェア便で行きはブイリングという LCC です。というわけでヒースロー空港ではなくロンドンの南ガドウィック空港からの出発となりました。コロナが終わってどこの空港もスタッフ不足で大変な混雑ということで、余裕を持って3時間前に空港にやってきました。久しぶりのガトウィック空港、北ターミナルと南ターミナルがありますが、ブエリング航空は南ターミナル。一見そんなに混雑してないようですが、ブエリングはすごい並んでます。ただし英国航空のチケットなのでワンワールドのステータスを利用して優先チェックインカウンターでチェックインできました。本当はダメらしいんですが、列の整理をしている係に聞いたら、大丈夫よ、やってくれるわよ、あっち行きなさい。さすが適当なところがヨーロッパです。これまともに並んでたら多分 4,50 分は並んだと思います。ロンドンには6つの国際空港がありますが、ヒースローに次いで2番目に留学数が多いのがガトウィック空港です。出国2階に上がるとすぐ撮影がダメって言われました。出国のセキュリティチェックもファーストトラックが使えたので拍子抜けするほどあっという間に抜けれました。セキュリティを抜けると延々と免税店が続きます。ヒースロー空港と全く同じですね。やっと抜けました。ガトウィック空港はもともと近距離国際線、ヨーロッパとか地中海沿岸の国々、そういうところへ行く飛行機が飛ぶところですので、当然最近はもう LCC 格安航空会社中心の空港となってます。というわけで中のお店もヒースロー空港みたいに高級ブランド店が並ぶというところではありません。そういった中に右手にはハロッズ、そして左手にはキャビアハウス。ヒースロー空港各ターミナルに必ずあるお店も入ってます。そしておなじみのブーツ、お化粧品や日焼け止め、忘れ物があっても空港で買うことができますから心強いです。1階は基本的にもうお店ばかり、そして2階に上がるとそこが席がたくさんあって、いわゆる待合ラウンジっぽくなってます。そしてレストランはほとんどがお2階にあります。プレダマンジェのサンドイッチ屋さんがあるのも嬉しいです。コロナが終わって本当に一気に人々が旅行している感じです。いっぱい、すごいですね。まだ2時間ほど時間ありますので PA のラウンジで時間を潰します。普段朝食は食べないんですが、ベイクトビーンズを見たらついついイングリッシュブレックファストっぽいのが食べたくなってしまいました。イギリスに最初やってきた時はソーセージとこのベイクトビーンズなんてまずいのかと思ったんですが、今大好物になってしまいました。ガトウィック空港は滑走路が1本、うまい具合に着陸する飛行機と離陸する飛行機が1本の滑走路を利用しています。お腹いっぱいになりました。最後にシャンペンをいただいて飛行機へ向かいたいと思います。10時10分のビルバオ行きです。到着時間は13時10分、3時間ですが、これはスペインとイギリスは1時間時差がある関係です。ポルトガルとイギリスは時差がないんですが、他ヨーロッパは通常1時間です。搭乗券、パスポートのチェックだけでワクチンパスのチェック等は一切ありませんでした。一応スペインはワクチンを打ってるか打ってない人は陰性証明が必要です。機内はマスク着用になってます。今回は初ブエリング航空利用です。英国航空、イベリア航空と同じ IAG 傘下の航空会社です。
これ体の大きい人は席狭いですね。飲み物食べ物比較的良心的な値段で販売されてます。最近はこういうメニューに結構エスニックなものが入ってくるんで嬉しいですね。チャーハンみたいのもありますし、前回ルフトハンダではポケボールまでありました。Please be careful when opening the overhead lockers. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal de cinturones se apague. 朝早かったので一眠りしたらあっという間にスペインです。イギリスからビルバオまではフェリーを利用することも可能です。ポーツマス発の船は週2便、所要時間は33時間30分です。ビルバオ空港到着です。2000年に関係したビルバオ空港ビル、モダンなデザイン、なんとなくビルバオらしい気がします。ワクチンパス準備してくださいと係員が叫んでます。ただ細かいことは何もチェックせず、ただ携帯に入ってるなというだけでした。入国審査もあっという間。無事ビルバオに到着でございます。はい、アライバルホールは何もないところが結構多いですけれども、ここも非常にあっさりしてます。インフォメーションセンターで街への行き方を聞きましたら、 A の3247のバスが一番安くて便利です。ちょうどバスがやってきたので慌ててチケットを買ってバスに飛び乗りました。緑色のキオスクみたいなのが扉の中に見えますが、あそこがバスのチケット売り場でした。3ユーロ。ビルバオの街までは約25分です。ヨーロッパに来るとロンドンと違って車が空いてるからいいですね。おお、街に入るといきなりビルバオの象徴グッケンハイム美術館です。終点は新市街地のど真ん中、グランディアなんとかかんとかってすごい長い名前の通り、空港へ向かう際もここから乗れるんだと思います。ビルバオの街はバルセロナに次ぐスペインで2番目の工業都市だったそうです。しかし中心となる鉄鋼造船業が1980年代にすっかり衰退し、忘れ去られようとしていた都市を芸術観光都市として生まれ変わらせ、世界で最も成功した例の一つと言われるのがビルバオです。すいません、ちょっと切れそうな蛍光灯みたいな画像になってしまってるんですが、急遽友人のホリデーに合流することになったので、ビルバオはたったの半日1泊しかありませんので、2019年スペインに初めてオープンしたカプセルホテルというのをブッキング .com で見つけたので、ここに泊まってみることにしました。ビルバオホテル結構高いんですね。ここで1泊32ポンド、ユーロだと約38ユーロでした。雰囲気は宇宙旅行にでも行く気分です。過去カプセルホテルに泊まったのは羽田空港で1回しかありませんので、他のカプセルホテルとちょっと比較できませんけれども、これ非常に面白いですね。1泊だけなら超おすすめです。タオルもある、チキンコもある、貴重品入れは別にロッカーがあります。はい、こんな感じですね。スタッフも非常に親切で、とにかく寝室では静かにするようにということで、夜も大変ゆっくりと休むことができました。利用者の年齢層は意外に高い気がしました。一番高いのは私かもしれませんが、レセプションラウンジからロッカールームを抜けて先ほどの寝室エリアへと行けるようになってます。ここがロッカールームです。この扉の奥が寝室、そして私のロッカーは15番。ベッドルームと同じ番号です。ちょうど大きなスーツケースが入る大きさだと思います。ラウンジ手前左にバストイレがあります。オプティミルームスビルバオ。地下鉄の駅、空港へ行くバスの乗り場も比較的近いので大変おすすめです。ケーキ屋さんも閉まった。
あ、シエスタやっぱり。いやー、ビルバオ暑い。なんであるんだろう。33、4とかあるの。蒸してます。街自体は非常にちっちゃいんで全然歩けるらしいんですが、どこに行くのも大体20分ぐらい歩きゃ行けるようですけれども、地下鉄に乗っています。ビルバオの地下鉄は完成が1995年、非常に新しい地下鉄です。デザインは大英博物館のグレートコート、そしてロンドンミレニアムブリッジでおなじみのノーマン・フォスターというイギリス人、日本では鎌倉歴史文化交流館をデザインしています。券売機、さすがに日本語はありませんでしたが、数カ国語が選べます。英語が喋れるスタッフがいて、チケット買うのを手伝ってくれました。 1.70 のチケット買いました。入れて、あれどうしたっけ。さあ、こっちですね。 OK、 入った。すごい優しい係員さんでした。焦って駆け込まずにゆっくり観察して次の列車に乗りたいと思います。女性の観察じゃなくて駅の観察です。間違いのないように。後で気がついたんですが、スペインでは公共交通機関利用の際はマスクをしないといけないそうですが、私空港から乗ったバスにもしてなかったですし、ここでもしてませんでした。係員さんも何も言えなかったです。スペイン真面目なんですね。よく見るとみんなマスクしてます。イギリスはもう誰もマスクしてないので、すっかり忘れてました。こういうの当てにならないことが多いんですが、ちゃんと動いてるとやっぱり助かります。旧市街カスコビエホまで向かいます。二駅です。赤い矢印の方向に差し込まないといけないようです。ベゴニアっていうのかな、丘の上の教会があるようです。そっち行ってみます。あ、なんかさっぱりよくわかんないんですけど、改札を抜けてまたもう一回改札抜けました。エレベーターがあるみたいなんですが、これで一気に上まで登れると最高。さて、吉と出るか凶と出るか。ほらー、一気にこんなとこに来ちゃった。あらー、何これ。何これ、よくわけわからん。なんであそこで地下鉄払った人しかこれ使えないのかな。スペインバスク州ビスカヤ県の県都がビルバオですが、このビスカヤ地方の守護聖人が修道女ベゴニア教会が前方に見えていました。にわざわざ来たのに閉まってるかもです。はい、私は海から戻ってきた人たちがこの教会の塔が見えるとやっと無事帰れたなと、そういう目印になる教会だそうです。65メートル、70メートルないか。あれるのかな。100年ほどかけて1620年に完成してます。西口閉まってましたが、南口も閉まってます。はい、そして北口も閉まってます。ちょうどゴシックが終わる頃に作られましたから、このアーチはゴシック。
それとルネッサンスがミックスになっている建築様式です。パラソルのように植えられたプラタナス、どっしりとしたロンドンのプラタナスとは全然違います。はい、せっかく上がってたのに入りませんでした。こっちがポールで、こっちがペテロっぽいですね。あれがベゴニアさんかな。こちらは完全ルネッサンススタイルです。ベゴニア教会と旧市街地を結ぶマローナ通りです。凱旋門っていうとすごい立派なものを想像してしまいますが、階段を降りたところに見えてきた十字架のついたこじんまりとした門がマローナの凱旋門です。いや、昔馬車とか撮ったのかな。マローナ通りは丘の上の墓地と旧市街地を結ぶために作ったそうですから、昔はおかんが馬車で運ばれたんでしょう。ホタテ貝、巡礼車ですね。リュックにぶら下がった白いホタテ貝、聖ヤコボ・サンチャゴの象徴です。この4人の若者たちは話しかけたら旅の途中で知り合って一緒にサンチャゴ・デ・コンパステーラに向かっているそうです。すごいいい感じのところに出てきましたね。ここがオールドシティ、オールドタウンみたいです。さっきの地下鉄の駅反対側に来るとここに出てきてたんですね。あはー、いい感じ。ビルバオ出身の哲学者の名前を取ったミゲール・デ・ウナムーの広場です。ロンドンでも日本に比べると野菜フルーツは非常に安いんですが、さらにヨーロッパに来るとまたスペインここ安そうですね。日本のフルーツは見た目に気遣いすぎて高すぎです。旧市街地はもともと城塞都市です。背の高い建物がびっしり詰まってます。ああ、ユニオンジャックみたいなのがバスクの旗ですね。かわいいこんなにかわいいとことは全然想像してませんでした。あ、こんなところに塩漬けのタラバカリアオのお店が、スペイン語ではバカラオというみたいです。ポルトガルではクリスマスにタラを食べるほどタラ好きですが、バスク地方でもタラは大変人気のようです。ロンドンのパブみたいに昼間から飲めるところがいっぱいあっていいですね。お、この人酔っ払ってますね。1821年、140年も前にできた新広場です。レストラン、バー、ケーキ屋さんがいっぱい。イギリスに来たらやんなきゃいけないのはパブクロール、いわゆるパブのはしごだけです。そしてバスク地方に来たらやらなきゃいけないのがピンチョクロール、はしごつまみとでもいいんですか。サンセバスチャン発祥といわれるピンチョス、パンの上につまみをちょっと乗っけたような食べ物ですね。それを各お店でつまみながら何軒もバーを回るというのがピンチョクロールです。ピンチョっていうのはもともと串のことだそうで、いろんなつまみをパンの上に串刺しにしたというところからピンチョスと言われるようです。パンの上に乗っかっている種類はもう様々ですけれども、タラ、アンチョビ、トルティーリャ、コロッケ、生ハム、いろんなものが乗っかってます。バスク滞在は私は3泊しかありませんが、ピンチョ漬けになってチーズケーキたっぷり食べて5キロぐらい太ってロンドンに帰りたいと思います。こちらはサンチアゴ大聖堂、サンチアゴでコンポステーラ大聖堂とは違います。一般的にはビルバオ大聖堂として知られていますが、15世紀に完成したゴシック様式。こことすぐ近くにあるサンアントン教会の入場も含めて6ユーロです。私がイメージするスペインの暗い教会のイメージとは随分違うプロテスタントっぽい教会です。
スペインの教会には巨大で荘厳な浮き彫り彫刻の施された祭壇があり、もうちょっと暗いイメージがあったんですが、随分雰囲気が違う感じの教会になってます。そしてサンアントンが埋葬されているのはこちら。サンアントン教会までは歩いて5分もかかりません。こちらもまた非常に明るいシンプルな内装の教会です。ビルバオフットボールチームの愛称はカテドラル。しかしそのエンブレムに描かれているのは市の紋章でもあるサンアントン教会と橋です。右手の新しいビルはザ・グレートマーケットという市場ビルのようです。市場は閉まってますが、半分がフードコートのようになってまして、結構にぎわってます。朝のイングリッシュブレックファストから何も食べてないんでお腹空いてるんですが、夜に備えて我慢します。バスクケーキ。はい、ピンチョスでございます。トルティージャもうまそう。はい、なんだかいろんなものがピンチョに刺さってますが、これ出るときには多分パンに乗っけるんだと思います。それではグッケンハイム美術館の予約が5時ですので、川沿いにそちらへ歩いていきます。ビルバオ月曜日37度。本日37度です。19歳で亡くなり、スペインのモーツファルトと呼ばれたビルバオ出身の音楽家ホアン・クリストモ・アリアーガの名前を取ったオペラハウスアリアーガ劇場です。こちらは1892年にできた市庁舎ビルです。そしてネルビオン川に架かる橋はプエント・デル・アニュタミエント市庁舎橋です。先ほど言ったベゴニア教会の塔が見えますか？ネルビオン川を上がってきて教会の塔が見えると、船乗りたちは無事ビルバオに戻ってこれたことに感謝したんですね。それでこの辺りの地区の名前がラ・サルベ、感謝という意味だそうです。空港からやってくる時に渡ったサルベ橋は完成が1972年、赤のゲートは2007年に追加されています。これもグッケンハイム美術館の一部だと思います。構造がこんな感じですよと見れるようにわざとこうやってるんでしょうか。ルイーズ・ブルジョワ作のママンが見えてきました。母、卵を抱えた巨大な雲。ロンドンのテートモダンも持ってますが、森美術館が持ってて六本木ヒルズでご覧いただけますから、日本の方にもおなじみですね。サルベ橋からの眺めがいいので、橋の上に登れるかどうか行ってみます。お、行けそうですが、行ける。怖いまた怖いよ。イエーイ、恐ろしい。うわ恐ろしいこれ。いやうわ、これ下が見える。うわ気がつかなかった。うわ恐ろしい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 。うわ恐ろしい。これ怖くて手すりも持てない。うわ怖かった。あれあっちに行きたいんだけどな。道路の反対側に行かないとグッケンハイム美術館が撮影できません。なんですかよ。あ、よかった。これ壁があるから怖くない。ああ、よかった。うわあ、恐ろしい。
最悪道を渡ろうかなと思ったんですが、対岸の8桁の下をくぐるような歩道がありました。よいしょ。うわー、この高さですよ。恐ろしい。ああ、よかった。わあ、怖かった。ここ辺まで来ると大丈夫ですね。あっちは怖いわ。グッケンハイム美術館、1997年10月18日の開館です。建築家はトロントに住むロシア系ユダヤ人フランク・ゲイリー。神戸港メリケンパークにある22メートルの巨大な鯉のオブジェは彼の唯一の日本での作品です。高さが 12.4 メートルもあるウエストハイランドホワイトテリアの子犬の形に刈り込まれたトピアリー彫刻はアメリカ人のアーティストジェフ・クーンズの作品です。今ではすっかりビルバオ市の象徴となってしまいました。ポルノ女優出身のイタリアの国会議員チッチョリーナって言いましたが、ジェフ・クーンズの元奥さんです。入場料はオンラインで事前に購入しておくと2ユーロ割引で16ユーロでした。ビルバオのグッケンハム美術館は展示物よりも建物にこそ一見の価値があるという人もいるぐらいです。何からインスピレーションを得てるんでしょう。すごいです。大変な想像力です。3層構造ですが、今日は3階は閉まっているそうです。アメリカ人のアーティストリチャード・セラーの作品、板金を使った巨大彫刻で有名な人だそうです。手すりもすごい怖い。高い。これまた結構怖いです。これが最初のベンツです。ロールスロイス。この日は車のデザインの変遷が見れるという展示のようです。ブガッティ。あんまり私車は得意じゃないんですが、特に高級車とかあんまり縁がないんで、私が初めて買った車がドゥシュボー。ただこちらはエンジン2個付きの4輪駆動だそうです。ルパン3世のフィアット500、なんとこちらは BMW、 そしてイギリスのミニ。イギリスで免許を取った時に何の車を買うか、ドゥシュボーとこのレノ4、どっちにするか悩みました。美しいですね。もうこの辺りの車はすごい値段がするんでしょう。はい、アストンマンチン007。こちらはフェラーリだったと思います。そしてシトレーンの DS、 フランス映画を見て憧れたもんです。このバットマンみたいのはアルファドメロだったような。車の名前は間違ってたらすいません。待ち合わせまでまだちょっと時間があるので、このリチャード・セラさんの板金巨大彫刻で遊んでいきたいと思います。この子元気よく走っていったんですが、お母さんがついてこなかったら心配になって急に振り返って戻ってきました。この方も時間たっぷりあるみたいです。グッケンハイム美術館とは対照的な木を多用したデウスト橋です。
たった半日しかないビルバオ観光なのでグッケンハイムと旧市街地に絞りました。スペインの巨匠ムリーリョ、ゴヤ、そしてスペインで活躍したエルグレゴの絵も見れるビルバオ美術館は今回はパス。カシルダ・イトゥリサル公園、こちらを抜けて友人が泊まっているホテルへ向かいます。このシンプルなグラスがいいですね。今日は37度、めちゃくちゃ暑かったんでもうくたくた。一気に2杯頼んで1杯はククイッともう飲んじゃいました。アムステルいいですね。セルベッツァもう久しぶりはい、久しぶり。イザベルとジュリはダメでしょ。のジュリは平気よ全然。もうでそこでもうだから食べるとこあるのね。この先、結構ここねメインストリート近い、ね、もうその辺行ったらいっぱいあるよね。なんか、ね、すごいね。はい、奥様方を待ってます。綺麗なお店じゃん。喋んないから。こっちいっぱい種類あったよ。これはうなぎの稚魚かなんかでしょうか。美味しそう。まだ時間が早いせいか数あんまり出てませんけど、どれも美味しそうですね。コパ 3.6 グラス1杯の値段ですね。ずいぶん安いんですが量が少ないです。多分 125ml ぐらいだと思います。ピンチョ食べながらみんなはしごだけするようですので、それぐらいがやっぱりちょうどいいんでしょうね。動かす分にはいいけど別にねえ、イザベルだって虎年だもん。トイレだけでは羊。あよくわかんないよ俺ら。あ、待ってました。これまああそこじゃないな。旧市街もいっぱい。とりあえず雨降りましたのでタパスグリル行きます。ブラースこのチーズすごいよ。すごいね。ドロドロ。おいしい。結構仕込め。プレゼント。これもうまそう。アンチョビ。ねえ。アンチョビツナ。これ美味しいよ。これはコロッケコーンプレゼント。何コロッケ？コロッケと生ハム。Não, tu pega os arquivo também. Ah, olha o que tu queres. Pernas. Mas lá temうわ、これカツオ？マグロを叩いたんだ。あ、カツオじゃなくてマグロ。叩いて。すごいね。ツナって何？何飲むの？アトム。あと？すごい。パパはuno es? Sí. Hiroは？まあ大丈夫。あれ。これ？まずあとヒロこれ気になってなかったっけ？大丈夫？黒パンはあれだけど、This is the best。オリーブオイルたっぷり。ツナのたたきです。ツナのたたきとアボカド。すごいなぁ。
ごいねこれ。どうしたのジュリ？ジュリじゃん。あれジュリたち何頼んだの？今サングリあ、そっちはサングリアなんだ。ア。すごいいろいろ全然美味しそう。また英語喋ってね。喋ってた？うん。喋った喋ったじゃん。O meu espanhol é que eles não entendem. え My Spanish. ノングダメ忘れた？これあれみたいだね。テキーラサンライズみたいだ。カシスね。I'm very confident. やっぱすごいね。 Parce que je parle bien français. ああ、フランス語 OK？ Oui. Espagnol non. のダメ？まあフランス語の方がかっこいいよね。 Salut. ね。これ綺麗じゃん。サングリア綺麗じゃん。まだ混ぜてない。味噌です。何？二層。あ、二層色がね。味噌。サングリアとこれなんだっけ？カラムッチョ。カラムッチョ。ワインのコーラ割り。はいや、ここは店長さんいいとこですね。名前もなんだね。ブラスってあるかな。あ、ブラス。ブラス。ニョニョ酔っ払った？ワイン5杯で10ユーロ。ワイン5杯とチョリソーでチョリソーで10ユーロ。チョリソー付きだよ。安いね。似合ってますね。みんなと別れてもう一杯だけのつもりがついついピンチョスも。ワイン、サンドイッチ、ピンチョス。たったの5ユーロです。